Mesha to be Season 5今回のMesha to beは清田北の界隈8件ご紹介します。それでは早速Let's get it started. 1. Kitano Chicken House Goichigo 今日は清田区の東北通りにあるチキンハウス5153に来ました。こちらチキンハウス515なのか515なのか515なのかハロイシブハーなのかは不明。タイ語ではないと思う。店内混んでますね。働く男たちのお昼ご飯でいっぱいでございます。そりゃそうだ。なんとこちらのお店メニューがすべて700円均一店だから驚きだねえ、びっくり。はい、これハンバーグカツ、揚げたてサクサク&フレッシュ野菜もこんもりもっこりで嬉しいね。ハンバーグカツってメンチと何が違うの？多分、ハンバーグとメンチカツのネタが一緒ってことだと思うんだけど、事実関係は不明。ネタが一緒ならメンチの方が原価がかかってるでしょってことでのメンチなわけね。That's right。 That's right。 意外にもドライカレーが人気のようなんですよね。周りの父さんたちが結構ドライカレーを食べらっしゃる。たまたまなのかな。やめて下ネタはドライカレーだと700円均一で一番損した感あると思うんだけど。確かにダイソーでポケットティッシュ買うみたいな。そうだよね。大概街でもらえるからね、ポケットティッシュは。ね、チャーハンとハンバーグととんかつが同じ700円っていうのはすんごい不公平な感じねえ、レイエスとガタシュが同年俸みたいな。ありえない700円だとカツとかハンバーグとか絶対いっちゃうな。私も行くでしょそりゃ。おやつさん一人で調理してるんだけど、手際がプロすぎて神。あなたは神々。 Yes I do。 Yes, と I ん do。 かつも2オーダーで衣つけて寄せて揚げてっつって Cooked order。 30席ぐらいの調理をどんどんこなしていく。いや混んでるからさ、注文してから15分か20分ぐらいかかるんだろうなと思ってたら、あれもう来たって感じ。すんごいやる。なんと2019年までこのメニューが全部500円だったようなんです。ついこの間までこれが500円だったってこと？ 6年前をついこないだっていうようになったらグリーンもまあまあだね。何やだ。 2. Aria Care Ramen Tori Toma Farm 続いて2025年6月にオープンしたばかりという鳥玉ファームさんへ。農場直営ラーメン店手響きがすごい気になる。はい、こちらは平飼い卵を生産する農場栄光農園が農場敷地内でラーメン店として始めたお店ってのをサウナのテレビで紹介されてるのを見ましてね、そりゃあくまねばならねえってことで参上。農場併設っていい響き。農場直営卵かけご飯ってのは国内でちょいちょいいただいてるけど、ラーメンってのは初めて。しかもミスタービーズ大好物の鶏白湯店でね。はい、文字通り親鶏をスープに、卵は卵かけ麺でいただいちゃうというなんとも残虐な親子丼でございます。やめなさい。見た限りでは泡鶏白湯ダブル卵かけ麺大分飯セットと最近のラーメン業界の流れを織り込んだメニューね。はい、看板は泡鶏白湯です。おいちゃんは鶏白湯大好物だけど、泡である必要性については疑問視しております。いつも言うよね。ぬるく感じちゃうってね。ああ、でもここのは熱々スープに泡立てたものを振ろうとしてる感じなので、熱々のままいただけましたよ。鶏白湯に魚介の風味を感じたような気がしますが、これ夕べ食べた鮭定食に煮干しの味噌汁がうまかったからなのかもしれません。純粋な鶏白湯塩って味ではなかったのがちょっと意外でしたけど。確かにポタージュや系の鶏白湯ではなかったね。意外と鶏風味はさらっとって感じね。なんと麺も自家製麺なのよね。この麺は北海道らしい卵麺がパスタっぽく練り上げられていて美味しい。なんでも黄身と白身を別々に練り込んだ2層構造のダブル卵麺とのことですよ。そうなんだ。これクリームソース系のソースでいただきたくなる麺でしたね。わかる。鶏白湯に使われる親鶏は卵を産み終えた鶏を活用し、旨味を抽出する方法として使われているそうです。あら、鮭でいうほっちゃれってこと？おいおい、それじゃ美味しいイメージじゃなくなっちゃうんじゃないか。そうよね。
鮭の場合は産卵を終えた鮭はほっちゃれと呼ばれ、ほっちゃれ痩せて脂がなくなって美味しくないんだよね。ああ、産卵活動を終えた鳥の場合は肉こそ硬くなるんだけど、いい旨味が出るそうなんですよ。ところでほっちゃれって北海道弁丸出しの感じなのかしら。そういうことだと思います。食べる気にはならないほど美味しくないんで、もうそのままほっとけ、ほっちゃれってことだと思います。ほっちゃりというアイヌ語語源説もあるんだけども、これ尻からばらまくっていう意味なんで微妙っしょ。確かに。3. Wutsuku Shiga Oka Hikoma Buta Shokdo. 視聴者さんからタレコミでやってまいりました。彦間豚食堂。実は大沼にあるお店はちょいちょい行ってるんですが、札幌にできたこちらは新店舗ね。はい、私が崇拝しております SPF ポーク使用の豚さん料理がいただけるということでやってまいりました。 Specific pathogen free. SPF ポークは保水性に優れ、冷めても硬くなりにくいという特徴があるのである。急に学者長はい、日本の豚さんはただでさえ美味しく臭みがないのですが、 SPF ポークは特に素晴らしい品質の豚さんなんだとつくづく感じる豚肉大好きおじさん。海外でもちょいちょいあればカツカレーを食べる習性があるのですが、日本以外の国の豚肉には驚くほど違いにたまげるのであります。そんなに？特に中国の豚肉は食べられないほどひどかったね。はい、来ました。ジュージュー焼きたてのポーク。こちらはオーダー午前ってメニュー。いや、1時ぐらいしよう。午前午後の午前ではありません。すごいですよね。7種類の中から部位選んでグラム決めて、ステーキにするかとんかつにするかそのままいくかって決めて。いや、そのままは無理。もうじゅじゃあるまいし。ってことでステーキでいただきます。味付けもチョイスナブルなんだよね。そうなの。ステーキソース、塩コショウ、バター醤油から選べるんだって。私やステーキソースにジュージュー熱々ペロリンチョ。はい、ごめんなさいね。おいちゃんはミルフィーユカツカレー。やっぱりキーマっぽい味付けにひき肉の入ったキーマっぽいカレー。さすがは SPF のとんかつって感じ。ちょっと高めだけど肉の質と手間を考えたら納得かもね。パプリカの彩りが綺麗ですね。ねえ、だけどね、 SPF ポークだから逆にミルフィーユにしちゃうと良さが分かりづらいかも。そっか、何もしなくても美味しいってことね。 SPF ポークだ、これバーガーが美味しそうだったね。安いしね。トンギスカンも食べてみたい。ダジャレ全盛だね。本当だね。よかったね。はい。 4. Kyoto Hakodate Yogashi Snuffles. 函館洋菓子スナッフルス。函館発祥の洋菓子店で、北海道内外にファンが多いブランドでね、もはやチーズオムレットは函館土産の定番だね。函館土産の定番はイカとっくりでしょ。いつの話？イカとっくりで熱燗飲んだことある？あるある。臭くて飲めない。やっぱり無理っしょね。スナッフルズは美味しいよね。濃厚なクリームチーズクリームの入ったチーズ蒸しパンのような。そうそう、チーズオムレットが代名詞のスナッフルズだけど、他のケーキも美味しいんだよ。函館に住んでた時、近所にあったこともあり、ちょいちょい利用していましたものね。はい、ミルククレープフリュイ、特に美味しかったっすね。ねえ、美味しい。フナッツルズ。ご当地キャラではないんですよね。はい、さて、スナッフルズは昔からあるかと思いきや、意外と歴史は浅く、創業は1998年なんですって。1998年言ったらついこの間じゃないかい。27年前をついこの間っていうようになったら、頭まあまあね。だ。 5. ニューヨーク Kyoto Unisato Aya Honoka. はい、国道36号線沿いの温浴施設ほのかさん。札幌じゃ知らない人はいないであろう温浴施設チェーンね。魚アクションの実家であることでも有名。だからサカナクションだっつ。そうなの？ダジャレなの？まさかな。1日おきにサウナで整うが習慣のメイスタビーズにゃちょっと予算オーバーなんだよね。そうなんです。だからもっぱら狙い目は朝風呂っすね。はい、
活動時間は超自由気ままなミスタービーズ。ただランチタイムと夕飯時は忙しいんだけど、はい、なので昼食後の夕食へのインターバルとして入浴するのがほとんどですね。はい、または朝風呂狙い。ほのかさんは朝風呂が安いのでちょいちょいね。通常平日1300円が朝5時から9時だと平日800円ってのが狙い目。ケチケチ。メシタビーズ的にはほのかさん朝風呂利用が基本になります。この時は夜だったけど、はい、施設的には広々ゆったり。広すぎて移動がめんどくさくなっちゃうんだよね。はい、露天にあるバレルサウナが最高っす。バレル？女湯にはバレルないよ。あ、そう、男湯だけなんだ。そう。あら残念。女湯にもあった方が喜ばれるよ。喜ばれる。ドアを開けたら外気ってのがたまらんのだよ。ずるい。高温サウナ、スチーム塩サウナ、バレルと3種類のサウナで整うことができます。広さの割に整いチェアがちょっと少ないけどね。確かにロッキーサウナには笑ったね。はいはい、オートロウリュ発動の時のあれね。あれあれ、ぜひお試しあれ。6. Today's Katsu Curry. Kyoto. Shokdo Shiraiwa. 食堂白岩さん、こちらも視聴者さんに教えていただいたザ・昭和の名食堂。もはや常連状態のミスタビーズ。はい、いい食堂を教えていただきましたね。ありがとうございます。こんな言うたら失礼かな。昭和43年1968年創業という超昭和の食堂ですが、女性のファンも多い食堂なんです。まあそうね、いつも女性同士のお客さんがいらっしゃる。味が優しいし、量が爆量じゃない証ね。はい、これカツカレー出ました。ラグビーボール型。そうなんです。この形の器に盛られたカツカレーは大概美味しいですからね。そしてはい、美味しいんです。白岩兄さん、こわもてなんですが味は優しいんです。嬉しい。だから女性が多いのかしら。だけどここはカレーもいいけど定食系が好きかな。私はナポリタン。鉄板ナポリタンもうまかった。でも今日のサービス900円ってやつが毎回日替わりで黒板に書いてあるんだけど、タラフライの時が最強に美味しかった。美味しかったね、あれでしょ。スパゲッティから焼き魚、ラーメン、中華、オムライスまで何でもあるコンビニエンスな昭和食堂。 Convenience show was Shokdo. 近所に欲しい食堂ですね。 7. Kitano. Ramen Tora. 大人気ラーメントラさん。この界隈のラーメン言うたらまずここに来たがるうちのおじさん。はい、清田界隈だとここに来たがりますね。我が家からはベリーファーなので Very far たまにしか来れないんですが、どれを食べても美味しい大好きなラーメン屋さん。絶大な信頼を寄せるラーメン屋さんなんです。エビしじみ豚骨醤油で虜にされ、基本が濃厚豚骨なのでね。豚骨好きよね。好き。パイタンがそもそも好きだから、そして速さがお気に入りポイントの重要要素の一つ。何食ってもうまいし早い。博多豚骨並みの速さで出てくるよ。レビュー読んでも皆さんそれおっしゃってるわね。何食ってもうまいし早いって。味噌ポタージュ的なコクってコメントもあったね。そうだよそうだよね。味噌もうまいんだよね。こってり濃厚めなんだけどしょっぺくねえのが最高なんだよ。完全なる刹那系のラーメン。Setsuna K. だんだんなくなっていくラーメンを名残惜しむ感じね。そうそう。私も切なくなりたいな。っていうかエビ味あるのになんで私を連れてかんの？あれ連れてっとらんか。とらん。8. Shine. Potov. 今回トリを務めますのはポトフさん。シチューが美味しい季節になってまいりましたのでね。寒くなってくるとシチュー食べたくなるよね。はい、シチューなるよね。シチュー屋さんってここ以外知らんし。確かにシチューを出してるお店も少ないのに専門店って貴重だよね。貴重だね。超貴重だからいつも激混み。特に今年の9月からランチのみの営業になっちゃったからますます貴重に。そうだ。
こりゃオープン前に来て待ってないとなかなか入れなくなるかもだね。特に寒くなったらね。この時はまだ暖かい季節だったから開店30分前に来たらポールポジションだったけど、 Pole position. はい、一番人気のビーフシチューとアメリケーヌは前回超美味しかったので、今回は月替わりランチメニューをいただきます。ほい。海の幸のポテトクリームシチュー、これはかなり濃厚ですね。ベビーホタテ、アサリ、エビ、白身魚の旨味がスープと絡み合って、なんとも魅惑的なハーモニー。シーフードはほんといい仕事してくれますね。ありがとうございます。ありがとうございますって誰にお礼言ってんの？シーフードだよ。お茶のトマトシチューも濃厚ですよ。濃厚ながらもトマトの酸味とシチューの甘みがバランス絶妙。ガーリックの風味が香ばしくコクを味わい深いものにしてくれております。そしてね、ガーリック片が入ってるんだけども、これ変だな。きちんとシチューの海に沈まないようにチキン糖に乗っけてあるんだよね。チキン糖？チキンの肉の上に乗せてあるんだよ、まとめて。これ偶然座礁したものなのかわかんないけど、シェフの優しさありがとう思ったね。善意の解釈ってやつね。だ全体的にはしっかり味の説得力のある仕上がりのテイストだけど、みんなの胃袋をがっしり掴んで離さないタイプの味だね。がっしりわしづかみさ。何が嬉しいって、これポテトグラタンがシチューにインしちゃってるんだよね。こんなの初めて。これが美味しかったっすわ。すぐまた食べたくなりますね。これやっぱここは素晴らしいレストランだないや。だないや。Jikai no mesha tabiwa. Gachi de mata tabathai. Kyushu hazusanai. Gatochi gourmet to death. Ortano shimi ni. See you soon. よく言うよね、善意の解釈ってさ。はいはいはい。物事を悪意に解釈するのと善意に解釈するのとは全然違ってきて、何事も悪意に捉えがちになるんだけども、それは負のスパイラルに巻き込まれてしまうよっていうのをね、なんかの本で読んで学んだんだけど、はいはい。それから教訓にしてるのさ。例えばサンプルとしてはね、墜落しそうになった自家用ジェットのパイロットにかけた大富豪の言葉が紹介されてるんだけども、何が分かったのかは分かりませんが、あなたほどのパイロットがこんな事態になるとはよほどのことがあったのでしょう。あなたのおかげで命拾いをしましたよ、ありがとうと声をかけた。事情何があったんだおい、どうしたんだみたいな風になるのが普通なんだと思うんだけど、その何があったのか聞きもせずにこの富豪は感謝を述べたのが善意の解釈の代表格ですよ。例えば松本剛が全然成績悪いのに、新庄監督は松本剛を使い続けてると、もうネットは荒れまくってますよね。そうでしょうね。みんなが悪意の解釈をしてるってことです。なんで松本剛なんか使うんだ、全然打ててないじゃないかと。で新庄のことを信じて、新庄にはそれなりの考えがあってのことだと、それは我々がどうこう口出しするものではないというのがちょっと善意の解釈になってくるのかな。なるほど。でもどうして使ってるって思っちゃうかも。そうでしょ。だからそのパイロットにもそうやって言っちゃうでしょって普通は、何もプラスはないですよって、悪意の解釈ばかりしていてもいうことですね。